いやいや、本当にすごいことになってますよね。高中正義、73歳にして世代を超え、今や世界的なレジェンドになっちゃいました。実は私も中学生の頃からの大ファンで、未だにファンなんですが、この世界的な熱狂は本当にファン冥利につきます。ちなみに去年の札幌でのライブでは、なんと最前列のど真ん中を引き当てまして、周りから一生分の運を使い果たしたんじゃないなんて言われたりもしましたが、そんなことは絶対にありません。何事にも前向きに動いていれば、運なんていくらでも湧き出してくるものなんです。そんないつまでもかっこいい高中さんみたいなおじいさんになりたくて、私もまだまだ動いて動きまくりたいと思っています。このサイドマシンもただの思い出で終わらせるつもりはありません。ハワイの地、そして世界中の若い世代へずーっとブームになり続けるように全力で布教していきましょうということで、あのトロピカルなブルーラグーンのギターサウンドのように、南国ハワイの青い海と空を突き抜けるような最高のドラマを作っていくことにしましょう。さあ、波乱のハワイ滞在スケジュール、いよいよ公開。さて、最初の予定が白紙になったからといって途方に暮れても何も始まりません。サイドマシンはハワイに向かっちゃってるし。というわけで SNS を通じてハワイ現地の車やバイクのコミュニティへ手当たり次第協力要請とイベント情報収集にメッセージを送りまくりました。すると想像をはるかに超えるものすごい大反響。画面越しにハワイの熱い熱量がそのまま伝わってくるようでした。このカーイベントがあるから絶対に出すべきだ。こんな集まりがあるけどどうだい？頼むから実物を生で見せてくれ。オアフだけじゃないハワイ島へは来ないのか？などなど、現地の熱いファンやバイカーたちから怒涛のような歓迎と情報が次々と寄せられたのです。まさに車・バイク好きに国境なしって感じですね。さらに驚いたことに、中には現地の高校のエンジニア授業で生徒たちにこのマシンの構造や製作を解説してもらえないかという信じられないような熱烈なオファーまで届いたのです。単なる趣味の枠を超えてハワイの未来を担う若い世代へと技術や情熱を伝えるチャンス。動いて動きまくる。前を向いてアクションを起こしたからこそ、この素晴らしい運とご縁が次々と湧き出てきたのです。そんな感じで着々と面白そうなイベント情報も集まってきて、これ観光に行く時間なんかないんじゃなんて嬉しい悲鳴を上げていた。ここで一旦船の状況を確認すると、さっきまで9月12日だった到着予定日がまた伸びてる。今度はまさかの9月25日って。しかも香港を出発したのでてっきりアメリカ西海岸へ向かうと思いきや、サイドマシンを積んだ船はまさかの北上、上海へ向けて出港してたんです。なんで？いやいや、日本に近づいてどうすんの？全く状況が理解できない。滞在スケジュールはパンパンに埋まりそうだというのに、主役のマシンはハワイから遠ざかるようにアジアの海を迷走中。さらに調べてみると、この船は主にパナマ運河を経由してアメリカ東海岸やメキシコ方面を往復するローテーションで運航されていることが判明。現時点では次にどこの港へ寄港するのかすらさっぱりわからない始末。こうなると9月25日の到着予定すら全く当てになりません。こんな状況じゃ船のホノルル到着は10月に突入するのが濃厚と見るのが妥当。予定の立てようがない。ということで、船がハワイへ向けて最後の港を出発したのをこの目で確認し、そのホノルル到着予定日の2週間後に入国する。そこを全ての起点にしてイベントスケジュールを組み立て直すことにしたのです。またもやご破算。さて、またもやスケジュールは白紙、完全なるご破算となってしまったわけですが、ここまで集まった現地ハワイの熱量を感じた今、不安なんてみじんもありません。この熱狂ぶりなら船さえ着けばスケジュールなんて一瞬で埋まるはず。そこでここからは現地のハワイの人たちからいただいた熱い情報の中から、今回のハワイ滞在で何としても実現させたい注目のイベント候補を一挙にご紹介していきましょう。
まず1つ目はシュライナーズ小児病院。フリーメイソンを母体として子どもたちのための高度な専門医療を無償提供している国際的慈善団体。病気と闘う子どもたちにサイドマシンを見て笑顔と勇気を届けるというチャリティー訪問。続いて2つ目はモンゴメリーパワースポーツのバイクス&コーヒー。ホノルルでなんと80年もの歴史を誇る老舗バイクショップで開催されている伝統のバイクイベント。目の肥えたハワイのベテランバイカーたちと熱いモーターサイクルトークを交わす最高の場所。3つ目はディテールガレージハワイのライズ&コーヒー。現地の車・バイク愛好家たちが集まる大人気のカーミート。最新のカスタムからクラシック目でハワイのリアルなストリートカルチャーの熱気にダイブ。そして4つ目はパールリッジセンター。ハワイ第2の規模を誇り、名物の敷地内モノレールでも知られる大型モール。ここで家族連れや一般のローカルたちへ大々的にお披露目。さらに5つ目はアラモアナセンター。350店以上が並ぶ世界最大の屋外型ショッピングモール。ハワイの中心地ともいえるこの場所で世界中から集まる観光客やローケルに向けてサイドマシンをアピール。そしてラストを飾る大トリは超名門校プナホースクール。オバマ元大統領をはじめ数々のリーダーを輩出してきたハワイ屈指の超名門校。そのエンジニアリングコースで学ぶ未来の技術者たちへ向けて、このマシンの構造や日本のものづくりの魂を直接レクチャーする特別講義。単なるイベント展示を超えて次世代の若者たちへ情熱をつなぐ、まさに今回の布教活動の集大成です。現在日程のすり合わせを行ってますが、実現すればプラン B どころかプラン SSS に大昇格。はい、というわけで今回はまだ確定したスケジュールを公開することはできませんでした。てへ。それでも当初の予定をはるかに上回るとんでもなく熱いハワイ遠征のスケジュールが組み立てられそうです。病院でのチャリティーから老舗ショップ、巨大モール、名門校の教育現場、そして週末のローカルミーティングまで、実現すれば単に車を展示するだけのイベントに出すよりもはるかに有意義で心震えるような体験ができるのではないかと、今からワクワクが止まりません。まあ船の到着タイミングと相手方との日程調整がうまくいけばの話なんですがね。これも全てアロハスピリッツあふれる現地ハワイの人たちとの素晴らしい出会いのおかげです。週末のイベントなども含めて現地メンバーとしっかり連携を取りながら柔軟に最高のスケジュールを形にしていきたいと思っています。万全の準備なんてありえない。要は対応力。迷走する船の行方、そして現地の最強メンバーと作り上げる奇跡の遠征劇。果たしてサイドマシンは無事に到着するのか。そしてハワイの地にどんなドラマが巻き起こるのか。次回いよいよハワイ上陸に目処が立つのか。スケジュールは確定するのか。ぜひチャンネル登録と高評価をして続報を楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マハロー。